こんばんは。裏ペディア管理人のアンノーンです。世の中には表社会と裏社会で様々な隠語が存在する。今回は裏で使われている隠語を紹介していく。もしあなたが今回紹介する隠語を耳にしたら、その隠語を当たり前のように使って会話している人間には近づかないのが賢明だ。日本の暴力団や反社会組織、そして懲役たちは、警察や一般人から自分たちの通信や会話を秘匿するために、独自の隠語を使用している。という話は聞いたことがあるだろう。しかし、裏社会の人間は警察や一般人に会話内容を秘匿するためではなく、日常会話レベルで、隠語という意識もなく使用して会話しているのが実態だ。当然、これらの隠語は、外部の人間には理解できない特殊な言葉やフレーズで構成されており、彼らの犯罪活動や組織内の階級制度を守るために重要な役割を果たす場合も多い。そして暴力団や反社会組織の隠語は、言葉や文字を使ったものだけでなく、手の形や動きなどのジェスチャーで表現されることも多い。それでは、裏で使われることが多い隠語を紹介していく。ポリ、デコ、サツ、ヒネはすべて警察のことである。また、手をグーにして額に当てるのも警察を表すジャスチャーだ。これらの隠語は、表社会の人間でも耳にしたことがあるかもしれない。めっこがはいるという隠語は、目をつけられている。もしくは内偵捜査が入っている状態の時によく使われる。切符が回る、手配がかかっているという隠語は、逮捕状が出ている状態のことだ。法律を守らず、犯罪行為を行うことだ。近年特に、表の人間がお金欲しさに何も考えず、表と裏の境界線を越えることが多い。簡単にお金が手に入るが、必ず逮捕される。そして、簡単に人生を棒に振ってしまう。表の人間は、絶対に境界線を越えてはいけない。柄をかわす、体をかわす、というのは、犯罪を犯し警察から逃亡するという意味だ。一時的に逃亡したとしても、いずれ逮捕される。また、逃亡中の生活資金、周囲の目を気にして生活を続けているうちに、精神的疲労で自ら出頭するケースもある。少し話はずれるが、出頭と自首は全く異なる。出頭は事件が警察に発覚した後、自ら警察署に名乗り出ることだ。一方、自首は警察に事件が発覚する前に自ら警察署に名乗り出ることだ。そして、自首をして逮捕される方が量刑は軽くなる傾向にある。48とは、逮捕された後、留置所に勾留され、勾留時から48時間に検察庁に勾留の必要性があるかないか送検することだ。また、検察庁で自分が呼ばれるまでの間、いくつかの部屋にランダムで他の警察署で逮捕され、送検されてきた容疑者と同じ部屋に振り分けれる。この部屋を、たまりと呼ぶ。また、検察庁のことを総じて、たまりと呼ぶこともある。実刑判決が下り、量刑の長さを通常は、長いや短いというが、裏では当たり前のように、長いイコール高い、短いイコール安いという。また、判決において、判決、漢字だけというのは、無期懲役と死刑のことを指す。道具
ブとチャカはなんとなく何かイメージできるとは思うが、拳銃のことだ。拳銃所持は、銃刀法違反に該当し判決は3から5年の場合が多い。しかし、豆が大きく変える。豆とは拳銃の弾のことで、道具を押収された際、豆が装填、もしくは所持しているかで、銃刀法違反の量刑も7年など、一気に判決が高くなる。座布団とは、ヤクザ組織の中で地位や階級のことだ。ヤクザは年齢で地位や階級が決まるのではなく、組への貢献度、組ごとでのロング懲役などで決まる。例を挙げるなら、30歳のヤクザと50歳のヤクザがいるとする。座布団が30歳のヤクザの方が上の場合、50歳で組織に所属している期間が長くても、言葉遣い、態度、などの所作も変わるのだ。ヤクザについて詳しく解説する動画も作るので、待っていてほしい。近年、闇バイトに関する事件が多く、表のメディアでも、叩きは強盗のことを指す隠語だと理解している人も多いかもしれない。そして、同様にギャングというのも強盗のことを指す。また、このような事件を報道することで、表で生きている若者も、秘匿性の高いチャットを使えば逮捕されないだろうと考え、SNS を通じて闇バイトを募集する。しかし、表で生きている20代前半の若者は、強盗や特殊詐欺の量刑がどれだけ高いのか、理解していない。そのため、安易な気持ちで秘匿性の高いチャットを使うことで逮捕されないと考え、小グループでこのような強盗や特殊詐欺に手を出すのだ。本当の裏の人間は、ターゲットに関する情報をまとめたリストを所有し、ピンポイントで事件を踏む。そして利用されるのは、逮捕されるリスクの高い末端の表の若者を利用する。また、裏の人間の叩き、特殊詐欺は末端の人間が逮捕されても、トップの人間にたどり着けないスキームを用いている。つまり、末端の人間が逮捕され、チンコロされることを前提にしている。表の若年層はそのような情報リストがなく、手当たり次第に事件を踏むので、逮捕される。観察者の私が介入することはないが、境界線を越えると秩序が乱れ、表裏一体のバランスが崩れることを懸念している。鳩を飛ばすというのは、連絡を取るという隠語だ。しかし、実際に使われるケースで多いのが、A がパクられたと鳩が来たや、A はどこどの刑務所に移送されたと鳩が来たなど、逮捕や移送先の刑務所に関する場面で使われることが多い。ガテとは、手紙やハガキのことを指す。しかし、一般的には刑務所内で使われることが多い。例えば、出所したらガテを入れておいてくれや、他の工場の営にガテを頼むなど、このような使われ方がほとんどである。早いの、早いもんとは、盗むことを指す。よく聞く例としては、あいつは身内の人間から何々を早いの言ったなど、このように使うことが多い。出来すぎくんとは、出来すぎた儲け話や、明らかに誇張した出来すぎた話を指す。また、そのような話ばかりする人間を出来すぎくんと呼ぶこともある。裏においても、出来すぎた儲け話などは、存在しない。出来すぎくんは、表も裏も共通である。金馬とは、正式名称が、厚生労働省近畿厚生局麻薬取締部の略である。関東地方では、マトリと呼ばれる。通常、違法薬物を取り締まり逮捕するのは警察庁であるが、金馬、マトリは警察庁ではなく、管轄が厚生労働省なのが特徴だ。そして、厚生労働省であるが、金馬、マトリは逮捕権、おとり捜査を行うことができる。
警察庁では取り捜査を行うことができない。管轄が違うことから、警察と金馬は基本的に仲が良いとは言えず、容疑者を逮捕するにあたり、協力して捜査を行うことは稀である。また、違法薬物を使用している人間を逮捕しない代わりに、自分たちのスパイとして取り込み、様々な情報提供をさせることもある。このスパイの情報提供者を S と呼ぶ。親父には2パターンの意味がある。一つは、組長のことを組員は親父と呼ぶ。そしてもう一つは、刑務官のことを懲役は親父と呼ぶ。後者の親父は、刑務所内で懲役の世話をするのが刑務官のため、親父と呼ぶ。しかし、刑務所で親父にごまをする懲役は、親父の犬などと呼ばれ、懲役からは嫌われることが多い。だが、親父に嫌われると、親父のさじ加減一つで懲罰に課せられるため、親父と懲役との関係が非常に難しいのだ。半目は漢字の半目が由来で、敵対する組織や人間のことを指す。また、半目は手のジェスチャーで表されることも多い。片手で片目を覆う仕草、そして両手の甲と甲を2度ほど叩くジェスチャーも半目のことなのだ。しけはり、ずうはり、これらは見張るという意味の隠語だ。地域によっては、式張りや式典などと呼ばれることもある。ちなみに、ずうはりというのは刑務所内で、親父の目を盗んで懲罰に該当するルール違反を行う際、ずうという言葉は、口が動かなくても発することができるため、仲間が、ずう、ずうという。親父が近くにいるぞと教えることができる。漫画とは、主に馬鹿にすることだ。そして、様々なシチュエーションで使われることが多い。例えば、A は漫画みたいなやつだや、A 刑務所は漫画だったなどとして使う。お前は漫画だと言われた場合、それは馬鹿にされているのだ。顎は、喋ることを意味する。そして、顎だけというのは、口だけ、つまり口だけの人間という意味だ。このような人間は懲役ではすぐにめくれ、あいつは顎だけの漫画だと馬鹿にされる。裏の隠語紹介はここまでだ。しかし、まだまだ裏の隠語はたくさん存在する。私が紹介しきれなかった分は、コメント欄で紹介してほしい。そして、私は裏の観察者だ。どのような裏が知りたいのか、コメントをくれれば観察したままの事実だけを脚色なくお伝えしよう。それでは次の動画で私は待っている。